こんにちは、ゆうたび夫婦です。今回は京都の日本海側にある伊根町天橋立周辺を観光してきました。伊根町はこの船屋の町並みが有名だと思いますが、冬の時期は稲ぶりが美味しくいただけることでも有名です。また日本三景の一つ天橋立には車で30分ほどで行けるので、セットで楽しむ方が多いです。今回はそんな伊根町天橋立周辺を1日かけて観光したプランをお届けします。それでは動画スタート。はい、おはようございます。おはようございます。本日はですね、京都の日本海側にある伊根市というところに来ております。伊根市すごい綺麗。こっからのめっちゃ綺麗やな。そう、伊根市は船屋が有名なとこです。そう1階が船着き場になってて、2階が住居になってる。それがこの一帯ずっと全部そんな感じの家になってるみたいよ。今年は暖冬だから雪全然ないけど、いつも雪積もってるんだよね、きっと。多分ここら辺一帯はそうやと思うよ。そうだよね。だから今日もね、すごい俺はあったかい格好をしてきたのにもかかわらず上着着てないからね10度ぐらいかな今。でもやっぱ京都っていうとさ、清水寺とか、平安神宮とか京都市内の観光地多いけど、ここまで足運んでみるっていう方結構少ないと思うね。でもここはね、すごい今から食べに行くブリがすごい美味しいらしい。冬のブリ。そうだから今からね、ちょうど道の駅のところに来てて、ここにあるレストランで冬の寒ブリブリしゃぶを食べに行きたいと思います。でちなみに、ブリしゃぶが食べたいということで、私の母親も本日も同行しておりますゲスト。ということで、道の駅2階にあるレストラン船屋という和食レストランにやってきました。店主が毎朝漁港に出向き、その日伊根湾で採れた一番の魚を使った料理をいただくことができます。冬には予約限定のブリしゃぶコースがあり、今回はこちらのコースを事前に予約してきました。店内からは伊根湾を一望することができます。ぐらいな、ね、あるよな。嬉しい。やったね。しかも景色がバリいいっていう。大きい。めっちゃ大きいよね。めちゃくちゃ大きくない？こんなもんかな。じゃあまず普通のポン酢オンリー。うわー、いただきます。これって美味しいブリ。美味しい。うわ、すごい。見てこの油。すごいな。ちょっとこのタレをつけてご飯にジャンプ。ふわふわ。すごい油乗ってるよ。すごい、歯いらないくらいの油。おいしい。お米の量足りないな。そうやな、お米の量足りんな。しゃぶしゃぶが一番やろ、やっぱり。しゃぶしゃぶがいっちゃうまい。もみじおろしと合う。お刺身とかやとさ、少しこう、油が多い、ブリやと。しゃぶしゃぶとかでちょっと落とす方が俺は好きやな。日本海ってすごい。日本海ってすごいですよ。えらいすごいなんか広いな。日本海って全部お魚美味しくない？でもそうよな。それこそ金沢とかだってそうやしさ。そう。九州も美味しいじゃん。ああ、そうやな。ごちそうさまです。道の駅から車で約5分、伊根湾巡り遊覧船の乗り場にやってきました。伊根の船屋を海から見ることができる遊覧船で、25分かけて伊根湾を一周します。乗り場の建物前にはバス停もあるので、公共交通機関で来ることもできます。チケットって買ってあんだっけ？
買ってある。これとこれやってる。この後天橋立にも行く予定なので、今回はこちらの伊根唐松観光券をネットで事前購入してきました。遊覧船のみのチケットの場合、大人1000円、子供500円で乗船することができます。船に乗り込む前に売店で活版エビせんを購入しておきます。じゃあこれカモメの餌なんですけど、これを買うか買わないかで結構楽しさが変わるので、ぜひ購入することをお勧めします。めっちゃ可愛くない？可愛い。なんか結構ほんま顔が可愛いねんけど。なんかフクロウの親戚みたいな顔してる。遊覧船は9時から夕方4時まで30分間隔で運行しています。うわ、気持ち悪い。これめっちゃ怖いねんけど。気持ち悪い。あ、上行く？めっちゃ俺。いやどうしよう。前、後ろ？おい。めっちゃ怖がってるやん。怖い。おい。気持ち悪い。おい。あ、なんかみんな消えた。すごい。消えた。すごい。あ、ごめんね。ごめんね。ここが日本のベネツィアって言われてるらしい。日本のベネツィア。ちょっと色彩ないね。ベネツィアって言われてるらしいよ。すごい。でもいい景色やな。伊根湾では養殖のための生けすがたくさんあります。この中には先ほど食べたブリたちがたくさん泳いでるそうです。カモメたちもね、たくさん生けすに止まっていて、餌のおこぼれを狙っています。ほい。バイバイ。バイバイ。正直船屋よりカモメばっかり見てた。伊根町から車で30分ほど天橋立方面に移動してきました。元伊勢小野神社。おお。すごい立派な神社だね。すごいな。石の鳥居やんこれ。ね。元伊勢小野神社は歴史が古く、創建1300年を超える神社です。そう、ここさ、元伊勢小野神社って言うやんか。伊勢神宮って伊勢っていうかの元なんですよ。どういうこと？その伊勢神宮に祀られている天照大神大神と豊受大神がこの地から伊勢に移されたっていう。あ、移動したの？そう。っていう故事があるから元伊勢と呼ばれるらしいよ。だからお伊勢様のふるさとらしいです。だからとてもすごい神社なんですよ。でもなんか確かにすごい格式高いよな。そうだね。雰囲気。大きな神社。
境内は撮影禁止だったので残念ながら本殿の映像はありませんが、とても立派な本殿でした。ぜひ自分の足で訪れて見てみてください。それでは私たちも参拝してきます。元伊勢この神社を抜けて裏手にある真名井神社へ向かいます。歩いて10分ほどで着きましたが、道中は上り坂になっているので、足腰が弱い方は真名井神社近くに駐車場があるので車での移動がおすすめです。これ天の真名井の水っていうのが飲むと心身の浄化といい気の充電っていうので、天運が上がって神様から愛される存在になるらしい。神から愛されるねんて、飲むっきゃないやろ。失礼します。もう手でと神に愛された軟水軟水かだと思う。ありがとうございます。知らんわ。元伊勢この神社の奥宮である真名井神社は3000年の歴史があり、日本屈指のパワースポットとして多くの人が訪れます。残念ながら真名井神社境内も撮影できなかったんですけど、境内はとても神聖な雰囲気でパワーをたくさんいただけたので、運気を上げたい方はぜひ訪れてみてください。真名井神社から10分ほど歩いて、ここから天橋立を見るために山を登ったところにある天橋立笠松公園へ向かいます。山を登るための手段はケーブルカーとリフトの2つ。ケーブルカーは15分間隔、リフトは待ち時間なしで乗ることができます。上りはリフトに乗ることにしました。公園までの所要時間はケーブルカーが4分、リフトが6分です。ケーブルカーの方が早い。ちょっと弓は見んとって。いや、この景色すごいぞ。トイレ行きたい人みたいな日本三景の一つ天橋立。ここ天橋立笠松公園は展望所として有名です。めっちゃ最高やん、ここね。最高。天橋立が綺麗に見える絶景スポットは主に4カ所あります。天橋立笠松公園から見る昇龍館、与謝野町の大内峠から見る横一文字、ビューランドからの飛龍館、東の汲田峠から望む雪舟館があり、場所によって違った形の天橋立を見ることができます。結局股のぞきって何なの？あるやんあるやん。空と海とか逆転して天橋立の名の通り、まさに天にかかる橋のように見えることから天橋立って呼ばれるらしいよ。海に雲が映んねん。全く映ってないけど。そう、映ってないねん今日は。しょうがない。おおどうなんだろうまあそうよな。瓦け投げがあったので新年の運試しにやってみました。入ったらなんぼ出る。入ったらなんぼ。一発で入ったらなんぼこれ。うわすごい。もう一人一球な。どうやって投げんだろう。まず弓の挑戦。私から？いいよ。弓いけ。あかすりもせんかった。これ飛びそう。嘘やん。いくよ。ふう。おう。笠松公園にあったお土産屋さんに入ってみます。天橋立のある丹後のお隣丹波では黒豆が名産ということで、黒豆を使った商品がたくさん並んでいました。美味しそう美味しそう。
違う見えない府中駅前に戻ってきました。目の前にあるお土産屋さんでお土産購入タイム。このね黒豆塩きんつばとっても美味しかったのでお土産におすすめです。車で20分ほど移動し智恩寺というお寺にやってきました。3人おれば文殊の知恵が起源になったお寺です。そうなんだ。3人おれば文殊の知恵っていう意味的にどういう意味でこう3人 いれば知恵無限大みたいな感じ。もう無限大じゃないけどさ、アイデアが浮かんでくるよね。はい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 。でもなこうやってさなんか知恵がない人が3人おった時に知恵が生まれるよねみたいな感じに思われがちやけどさ、その本来は少しちょっと違った解釈があるらしくて、なんか一人の知恵だとやっぱり偏りが出てしまうと、だから他の人の意見を聞くべきだと、じゃあ2人の知恵になると逆に対立してまとまらなくなっちゃうと、仲介役ってこと。そうだから3人が集まった時にちょうどこうお互いが牽制し合ってこうバランスの良いアイディアが生まれてくる。なるほどね。っていう意味で3倍の知識が得られるというよりかは、相乗効果によってもっともっといい知恵が生まれるよっていう意味があるらしいよ。じゃあちょっとお寺内は取れないので。参拝を終えて智恩寺の裏手に来てみました。でももうこの目の前のやつがこれ天橋立やで。へえ、本当だ、歩いてるわ。そう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 。ビーってまっすぐ行ったらさっき言ってたところ。おー。ここは海鮮橋という橋があり、船が通行するときに橋が90度回転する姿を見ることができます。もう終わんのか。おー。多い時には1日に50回ほどこうして旋回しているそうです。すごいゾロ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 待ってた。智恩寺の近くにはお店が並んでいるエリアがあります。智恩寺の門のすぐ目の前にある吉野茶屋にて天橋立名物の知恵の餅をいただこうと思います。これが名物らしいよ、ここら辺の。なんかあんこがさきめ細やかでチョコレートみたいなあんこだね。うまいな。これ食べて知恵つけようよ。きめの細かいあんこは美味しいね。きめの細かいあんこ美味しい。甘い。餅は餅口の中パンパンになってるやん。あ、はい、ゆうたび恒例日帰り入浴やっぱ旅行の締めは日帰り入浴、はい、1200円だね。やけどクーポンを使えば安く入れますので、外湯からは天橋立が一望できます。でも暗くなっちゃって見えなくなる。いや、まだいけるまだいける。なんか綺麗そうやん。結構良さげじゃない。ここの天橋立の目の前に位置する天橋立ホテル。天橋立を望む絶景とともに天橋立観光が地域ナンバーワンのアクセスで楽しめるホテルです。それでは日帰り入浴を楽しんでいきます。いや、いいよ。ここの大浴場の売りは何といっても天橋立の絶景が見れること。日が落ちると見えなくなってしまうので日の入り前の入浴がおすすめです。内湯も広々としていて寝転び湯や腰掛け湯、さらにはサウナや蒸し風呂などもありました。
女性の方はパウダールームが完備されているのも嬉しいポイントで、ドライヤーも結構たくさんあったので混雑を気にすることなく入浴することができます。クーポンを使えば200円引きで入れるだけでなく、タオルもついているので日帰り入浴の利用に大変おすすめな施設です。喉乾いた。乾杯しよう。乾杯。じゃーん。うまうまいな。これ最近さちょっとハマってて、お風呂上がりに飲むの美味しくない？美味しい。俺は初めて飲んだけどそう、めっちゃ美味しいなこれ。お風呂上がりやばくないこれ？いやわかるよ。なんか飲みやすいしすっきりする。そう、あんまこういうのってさ、ちょっと口が飲むとさ口の中べちゃっとしたりするけどさ、全然これ飲みやすいよ。そう、これゴールドなんだって。何がゴールドなんだろうね。うまっていうかうま。最高。うわ涼しい、最高。はい、温泉めっちゃ気持ちよかった。よかったよな。すべすべ系のお湯じゃなかっだし、あんまりさ広くはなかったけどさ、た。結構いろんなお湯があって、そうそう。だから露天風呂も天橋立見えたやろ。見えた。明るいうちに入れた。よかった。じゃあ以上、天橋立の旅でした。この動画が参考になったという方は高評価とチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。